いろいろ連携させて使うことによって、最終的には全体が旅行効率が良くなって、御社に合ったサービスっていうのを我々は代理店ではなくて、何でも提供させていただくっていうのが強みになってるので、ご相談いただければ一緒に考えましょう。ボックスの押し売りするセールスマンじゃなかったですね。そんな褒めになって。こんにちは。株式会社フライクの大滝と新堀と浅沼です。今日はフライククラスルームということで、先生と生徒っていう役割分担でこの内容についてお話をしていきたいと思います。最強の業務効率化、セールスソース、ボックス、Gmail、フリー会計のシナジーで営業事務、経理の働き方をアップデートということでお話をしていきますが、今日はこういう人に聞いていただきたいと思ってます。帳票作成、書類の管理、保管、契約書の作成に手間がかかっている現場の営業マネージャー。そして電子契約サービスを使いたいけど、ドキュメントを作るのが手作業で、実は結果工数が減ってないんじゃないかなと思ってる現場の担当者の方。もしくは営業事務の方とか。最後、経理業務、会計業務が全て手作業。だからフリー会計を入れたものの全然利活用できてなくて面倒な IT ツールになってしまっている経理部門の役職者の方に今日はこのコンテンツを届けていきたいなっていうふうに思っております。で、今日のこの内容は全てホワイトペーパーでダウンロードできるようになっておりますので、詳細を知りたい方はぜひこちらのホワイトペーパーをダウンロードしてください。今日は特別なスープをなんかあったんですのね。歌がね。あったかい。そう。今日は特別講師をご用意じゃない。今日は特別講師からご案内をしていただこうと思っております。今日はどの方でしょうか？早速お願いします。じゃあ、今日は新堀先生に、どんな業務効率化でしたっけ？最強の効率化。最強の指導をちゃんと用意したんで。ありがとうございます。あとよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ということで、生徒の皆さん、今日のお昼は何食べましたか？愛妻弁当。愛妻弁当いいですね。カップ麺です。愛妻日清。明星のカルメラ。チャルメラ。はい、どうでもいい話は置いといて、今日は最強の業務効率化ということで、2本アップします。そのうちの前半ということで、今日はちょっと帳票の話とか、ボックスの話とか、契約の話をしていこうかなと思います。ということで、まずは帳票っていうところから話していこうかなって思うんですけど、我々フライク、いろんな帳票を使ってると思うんですけど、どんな帳票を使ってますか？浅沼くん。はい。見積書とか。見積書、はい、いいですね。注文書、はい。請求書か。請求書、はい。他は？あとは出張申請書。出張申請書。なるほど。個別契約書。個別契約書。ということで、見積書、注文書か、注文受書、研修書、納品書、請求書、領収書みたいな、ペケペケ書みたいなものを、いろいろ出てきます。よっこらっしょ。よっこいしょと。はい、進まない。はい、行きましょう。っていうところなんですけど、今日は、見積書と請求書っていうところにスコープを当ててお話をしていこうかなっていうふうに思っております。で、今話した全部で7枚。実は、セールスソースから全て出しております。すごくないですか？多いですね。すごくないです。誰作ったの？俺。はい。聞いてないしね。でね、帳票、見積書、請求書のこの2つに絞ったときに、いろいろ出せますよね。Excel で出すこともできるし、最近だと、さっきというか前の動画であった爆落請求書とか、楽々販売とか、ボードとか、メイクリーブスとか、いろんな帳票ツールがある中で、どのツール使っても帳票を出すことはできますと。じゃあなんでフライクはセールスフォースで帳票を出してるのっていうところをまず話していこうかなと思うんですけど、まず4つですね。帳票を出すのは簡単なんですけど、その前の工程って見積書でいくと何がありますか？なんで見積書を出すか？その前何かが起きて見積書を出してる。浅沼さんどう思いますか？見積依頼。いいですね。その前でいくとお客さんからの相談とか。いいですね。もうその通りなんですよ。そうなんですよ。
商談管理をしてるはずです。その商談に対して、この商談でこういう見積もりを出したんだよっていう管理を我々はしたいので、商談管理を何でやってるかって言ったらやっぱりセールスフォースなんですね。なので、商談と紐づく形でセールスフォースで見積もり出したいなっていうところが一つ目。あとは、商談管理してると、なんかいろんなもの管理したい、進捗管理、商談の進捗管理とか、なんかパイプラインの管理とかも。受注予定日とか。受注予定日ありますね。いろんななんか営業的な要素がある中で、やっぱり一番大事なのって何だと思います？お金、そうですよね。いくらで受注するのかっていう、そのお金の観点ですね。お金って何ですか？結果的にお客さんからもらうための最初のきっかけは、日本銀行から発行された見積もり書なんですね。せっかく見積もり書を Excel で作ってるのに、商談の方 CRM、SFA に入ってる金額とは違う。これなんか二重入力だし、違うかったらなんか部長から、おい、お前違うぞ、どっちが正しいんだって言われるのもなんかちょっと尺ですよね。だから一緒に管理をしたいっていうところ。そして見積もり書をお客さんに出すとき、浅沼さんの権限で出すことってできるんですかね？はい、できます。それって上長見てなくても出して OK？いや、上長の承認を通してからじゃないと出しちゃダメですね。だよね。だから承認を使いたいからセールスフォースでやってるっていうのも一つの理由。そして最後は、その見積もりのデータが見積もり書出してお客さんが検討してくれて、じゃあやろっかなってなってくれて、契約をしていただいて発注をいただき、最後ご請求納品っていうところまで全部一つのシステムの中で管理をしていきたいので、我々はセールスフォースでやってます。なんか一個一個を考えると、なんか一つずつでやった方が楽ですけど、やっぱりこれを一個の中で、一つのツールの中で管理できるっていうのはやっぱり我々はフライクしかできてないなっていうふうに思っております。楽しい授業で何よりです。質問タイム。じゃあここで質問コーナー。こういうね、帳票をまとめて管理して一つのツールでいろいろ管理をしているフライクですけど、なんか実際やりたいなとかでもやりたいけどわかんないな、どうすればいいんだろうなとか、いろんな疑問が視聴者の方はあられると思うので、代表してお二人からいただけると嬉しいです。はい、大滝くん。弊社、大滝商事では、セールスフォースを導入して、5年ぐらい経ってるんですけど、見積もり書作れると思ってなかったんですけど、弊社の環境でも作れるんですか？使われてるプランがセールスクラウドっていうものであれば、標準のプランで実はあります。ただ、クソダサい。クソ使いにくいっていうところがあるので、我々は使いやすさ、かっこよさを重視して我々は開発して使ってます。もう一つ質問なんですけど、見積もり書が結構複雑なんですけど、よくある見積もり書のツールだったら、そんなにたくさんのレイアウトできないのかなと思ったんですけど、結構作り込みができるって思っていいんですか？はい、作り込みができます。難しいレイアウトもできますし、明細が1ページに収まらないときは、替えページを自動的に入れるというか、ヘッダー、ボディー部、そしてフッターみたいな形でかっこいいデザインをつけたりとか、会社のロゴを入れ込んだりとかっていう形でもう何でもできます。ただ一個だけできないのが、フォントが限られてくる。日本語だと。フォントですか？マジで？自分で言うかい。いや、絶対今の、俺言うだろうな。先に言っとかないと。それはあるので、ちょっとそこは注意していただきたいなとは思います。他にありますか？はい。はい、浅野くん。見積もり作る時のその商品とか選ぶと思うんですけど、マスターとかのメンテナンスとかどうするんですか？いい質問ですね。マスターって企業さんによってもたくさんあったりとか少なかったりとかすると思うんですけど、これを一個一個やってられないと思いますし、やっぱり一覧でしたいっていうところがあると思うので、我々はリストビューっていうセールスフォースの機能を使って一括で編集をしたりとか、もうそれでもいかない無理だなと思った時には Excel 上で編集してインポートっていう形で一括で処理をしてます。何件まで入れれるんですか？マスターに。でいくともデータ容量がある限り入れれるますし、一括もデータローダーとかっていうツールを使えば何十万件何百万件入れることはできるっていう形になります。ありがとうございます。他にありますか？はい。はい、浅沼くん。はい。請求っていうのも見積もりの後はあるかなと思うんですけど、その請求もセールスフォースって標準であるものなんですかね？それともオリジナルでなんか作るようなカスタムしなきゃいけないものですか？まず請求の標準オブジェクトはあります。ただ、これに多分帳票機能はおそらくついてないと思うので、我々請求書出したいのでカスタムで作ってますし、請求書もオリジナルで PDF を作ってます。請求書のフォーマットってお客さんによって変えなくちゃいけなかったりとかするんですけど、そういう時も対応できるんですか？パターンがある程度決まってるのであれば、その分作り込んでできるかなと思いますけど、パターン決まってないとか、このお客さんはもうこれみたいな100種類とかあるのであれば、ちょっとセールスフォースではやらない方がいいのかなって私は思います。自分たちで請求書の項目を変えたいとか、項目を変更したい、場所変えたいみたいな時って、
全部ご依頼しないとできないんですか？我々が使ってる環境はそうなんですけど、よくレイアウトが変わるとか、バージョンが変わるみたいなお客様は、専用のソフト、アップエクスチェンジって呼ばれるものがあるので、例えば、オプロさんの投票 DX っていうサービスとか、あとは SBF クラウドみたいなサービスがあるので、これを使っていただくとノーコード、ローコードで帳票を出力することができるっていう設定もございます。もちろんお金はかかります。じゃあ続いてこの帳票類を Salesforce から出してるっていう話をしましたけど、これを次どこで管理してるかっていうところのお話をしていこうかなっていうふうに思います。結論からお伝えすると我々は Box っていうファイルストレージのサービスを使ってます。実は Box 以外にも皆さんもしかしたらお使いかもしれないですけど、Dropbox とか Google ドライブとか、あとは Microsoft の OneDrive とかいろいろあるところで、なんでクライクは Box 使ってるのみたいなところってよく聞かれる質問ではあるんですけど、メリットが3つあるから我々は使ってます。まずは1つ目、やっぱり企業、法人なので情報を漏らしたりとか、ファイルがなんかどっか行っちゃったりとかっていうのはやっぱりダメなので、やっぱり強いセキュリティであったりとか、あとコンプライアンスみたいなところをしっかりと対応していきたいので、Box はここすごく強くて、データの暗号化であったりとか、セキュリティの対策っていうのがすごく強いので、我々は安心して使ってるっていうところですね。と、2つ目がコラボレーションのしやすさっていうところで、やっぱりセキュリティ担保しつつも、請求書見積書ってお客さんと共有をするじゃないですか。なので強化しつつも外部とコラボレーションをしたいっていう観点でいくと、やっぱりこういったシェア、外部共有の機能っていうところも Box はすごく強いので、Box を使ってるっていうのが2つ目の理由ですね。と、3つ目、これ結構私は好きなんですけど、容量が無制限っていうところで、やっぱりファイルストレージとそれこそ NAS サーバーとかになっちゃうともうファイルパンパンだから消してねとかあると思うんですけど、これがない。Box はもう無制限で使えるので、何も気にせずにファイルをしっかりと管理していけるっていうところが3つ目でフライクが使ってる理由になります。ご質問はございませんか？はい。はい、大滝くん。弊社、大滝商事では、Salesforce を5年使っております。はい。ただ、Google ドライブも使っておりまして、はい、Salesforce と Google ドライブって連携できるんですか？結論できます。しっかりと作り込みをして、要件定義して連携するってことはもちろん可能だと思います。他にも、ドロップボックスとか、ワンドライブでも、御社のような、セールソースボックスの連携もできると思っていいんですか？はい、できます。API さえ公開されているファイルストレージのサービスであれば、何でも基本的には連携できると思っていただいて大丈夫かなと思います。じゃあ別に弊社側でこのツールがいいっていう気持ちがなければ、おすすめのツールとか一緒に相談しながら進めれる？はい、もちろんです。御社に合ったサービスっていうのを我々はやっぱり代理店ではなくて何でも提供させていただくっていうのが強みになっているので、ご相談いただければ一緒に考えましょう。結構いいやつですね。本当ですね。ボックスの押し売りするセールスマンじゃなかったですね。そんな褒めになってはい。じゃあ帳票はセールスソースから出してボックスで保管をしてますっていうところなんですけど、ちょっと見積書請求書が離れて次契約書の話をしようかなと思います。で、契約手続きどうされてますか？御社では契約書を巻くとか秘密保持巻くとか何かするときってどういうことをされてますか？製本か。そうですよね。この2枚用意してこんな並べてなんかテープペタペタってしてみたいな。1枚じゃ収まらないっていうですね。そうですよね。嫌ですよね。もううちは紙が嫌いでして。紙が嫌いでして。なので我々はドキュサインっていうサービスを使ってます。これもボックスと一緒ですね。このクラウドで電子契約を結ぶツールって言ったら、クラウドサインとか GMO サインとか、ボックスにもありますね。ボックスサインとか、いろんなツールがあるんですけど、フライクはドキュサインを使ってます。じゃあここはちょっと聞いてみましょうか。なんで我々はドキュサインを使ってると思いますか？簡単。なるときにドキドキしたい。ドキドキサイン。答えを言いますと、3つ理由があります。1つ目は権限ですね。やっぱり見られたくない機密情報とか、あと社内間もそうですよね。この契約書はこの人は見れていいけど、この人は見る。例えば、入社の時に結ぶような入社誓約書みたいなやつとか、個人情報がっつり入ってますよね。なので、しっかりそういった権限コントロールをした上で、これはこの人に見せるとか、あとこの部分は見せたくないみたいなところをしっかりと管理できるっていう観点で、まずドキュサインを使ってます。
す。もう一つが、これ我々の、好きなところなんですけど、やっぱりいろんなツールと連携ができる。我々セールスフォースを使ってますし、ボックスを使ってるところでいくと、ドキサインどっちも連携ができるので、やっぱりこの連携のしやすさっていうところで、ドキサイン使ってます。最後が、これまたボックスと同じなんですけど、セキュリティがやっぱり強いっていうところで、ISO27001 準拠らしいんですって。なんかちょっと安心できますよね。なので、セキュリティってところで安心ができるので、我々はドキサインを使ってます。最後です。長い授業もおしまいです。最後、フリー会計っていうところをお話ししていこうかなと思います。主に請求書ですね。っていうところとか、あとは会計ソフトっていう形でフリー会計使ってるんですけど、じゃあこれももう他と一緒ですね。なんかいろんな会計ソフトありますよね。弥生、マネーフォワード、簡単クラウド会計、これミロクさんのサービスですね。勘定奉行とか、いろんなクラウドの会計ソフトあると思うんですけど、我々フライクがフリーを使ってる理由っていうところ、これ、4つあります。まず1つ目は、連携がしやすい。すごくたくさん広い範囲の API っていうのが公開されているので、やっぱり他のツールから連携していきたいと。これはセールスフォースから連携してますけど、いろんなツールから連携しやすいっていうこのカスタマイズ性っていうところは一番惚れてるポイントかなと思います。2つ目も同じです。惚れてまうやろ。惚れてまうやろーつってね。でね、いつもね、話す側なんで、暇なんですよ。2つ目はまた一緒でした。セールスフォースとのシームレスな連携。御社セールスフォース好きですね。セールスフォース大好きなんですよ。何でもできちゃうのはやっぱり素敵ですよね。セールスフォースとやっぱり連携しやすいっていうところで採用して使っております。あとは業務効率化のための機能がすごく豊富っていうところで、例えば銀行口座とか、クレジットカードの情報みたいなところも、リアルタイムで連携するので、入金消し込みが簡単であったりとか、日々の会計の業務っていうところがすごく楽になるっていう観点でフリーを使っております。4つ目が中小企業向けの使いやすさっていうところで、やっぱりフリーすごく直感的に使えますし、その会計の知識も多少は必要ですけど、貸し方借り方で書けなくても、仕分けを作っていける、取引を作っていけるっていうところであったりですとか、あとは税理士さんとのデータ共有みたいなところの機能も充実しているので、そういったこの税務処理っていうところをスムーズに進行できるっていう観点で我々は使っております。先生質問です。はい、どうぞ。フリーにも請求書があるのになんで請求書はセールスフォースやってるんですか？まず一つは、やっぱりボックスで請求書を管理したいっていう観点はあるかなっていうふうに思ってます。やっぱり全てのファイルがフライクはボックス側で管理されているので、フリー側で請求書を作ってしまうと、実は請求書をストックする API ってないんですね。なので、やっぱりセールスフォースで作ったものをフリーの方に流すっていう形で使ってます。あとは、フリー請求書の帳票がもう、ある程度決められたフォーマットになってしまっているので、ダサい。せっかく PDF をもらうのであれば、かっこいい方がいいですよね。ダサいので、やっぱオリジナルで作ってかっこいい請求書をお出ししようっていうところで、フリー請求書は使ってないっていう形になります。ということで、いかがでしたでしょうか？セールスフォースの帳票、そしてそれをボックスで保管してるよっていうお話。そして、契約の時はドキサイン使ってて、最後に、請求書と連携した形でフリー会計を使って仕分けであったりとか消し込みも楽にしてるよっていう今日お話をさせていただきました。それぞれ違うツールかもしれないですけど、これをまとめてっていうかいろいろ連携させて使うことによって、一つ一つ効率化されていって、最終的には全体が、効率が良くなって、全体最適になっていくっていうところのイメージを今日はしていただければ、今日の授業は評価5かなと思います。ここまで一通りお話ししましたけど、ご不明点とかあれば頂戴して、なければ締めに入ろうかなと思いますが、いかがでございましょうか？今日いろんな IT ツールがなんでそのツールを使っているかっていうのを知れたので面白かったです。ありがとうございます。ご紹介いただいた IT ツール、それぞれ得意不得意とかもあると思うんですけど、それぞれの機能と、あとはもうセールスフォースからもう最後まで同じ一本の動線で業務が回せるっていうところも知れればなと思います。はい、ありがとうございます。視聴者の皆さんも一つでもいいなとか自分たちも使ってみたいなということがあれば、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。コメントもよろしくねということで、今日の授業はここまでです。ここまでお聞きいただきありがとうございました。また来週もよろしくね。バイバーイ。グダー